何かご用でしょうか？あらありがとうございます。不熟の走りがお目汚しにならず幸いでした。それでは予定がありますので、これで失礼いたしますね。見果てぬ世界越えてゆけ。さすがですね、ビルシーナさん。あれほどのトレーニングと並行してよくここまで。ありがとうございます。ですが目標には未だ至らず、より研鑽してまいりますので、ご指導のほどお願いいたします。そろそろ投げるみたい。ちょっと見えませんわよ。邪魔しちゃダメだよ。ダメね。やっぱり定期的に投げ込まないとなまってしまうわ。よし。ビルシーナ先輩帰ってきたみたいだよ。楽しかったね。お姉ちゃんのスカウト前祝い。ママたちったら気が早いのよね。まだ何人かからお声掛けいただいただけなのに。それってあとはお姉ちゃんの気持ちだけってことじゃん。やっぱりお姉ちゃんはすごいな。ね、シュバチ。そうだね。やっぱり誰の目から見ても姉さんは。うわあ！ビルシーナ先輩、明日の模擬レース頑張ってください。ビルシーナ様、明日必ず応援に参りますわ。皆さん、熱烈なご声援には感謝申し上げますわ。けれど少し大げさではないかしら。模擬レースはあくまで現状披露の場。頂点への資格をお見せする機会に過ぎませんの。もちろん明日は頂点たる者の勝利がいかなるものかをお目にかけますわ。必ずですから、どうぞお心安くご観覧なさって。では失礼いたします。ゴール！後続の馬娘たちに1馬身以上をつけてビルシーナ模擬レースを勝利で飾りました。ビルシーナさん、スカウトの件考えてくれた？専用のトレーニング案を用意したんだ。見てくれるかな？おい、大変だ。どうもあの子もメイクデビューに向けて動き出したらしいぞ。感謝いたしますわ、ジェンティルドンナさん。マッチレースの依頼受けてくださって。どういたしまして。いい機会だと思いましたの。だってねえ、お互い気になるでしょ。もしや被験するのではなんて、その力ぜひとも味わわせていただきたいわ。あら、であればとくとご堪能くださいませ。
私は今日示すつもりでおりますから、頂点たる女王にふさわしいのはこの私なのだと。それにしても賢明でいらっしゃるのね。メイクデビュー後に土がついてはキャリアに影が落ちますもの。それはまさか私が公式レースでの対決から逃げたとおっしゃっていますか？今日の結果遺憾ではそうなっても不思議ではないと申していましたよ。では証明しなくてはいけませんね。逃げる必要があるのは果たしてどちらなのかをあなたに刻んで差し上げますわ。道を譲るべき強者が存在するということを。勇猛ね。勢いが持つといいのだけれど。あら、負け惜しみですか？ですが私はまだここからまさかあのジェンテルドンナが離されて。当然じゃない。頂点にふさわしいのはこの私だもの。このまま最終直線。素敵ね。それでこそ潰しがいがあるというもの。嘘。なんで足音が置いてきたはず。追いつかせないはず。ゴールだってもう目の前なのに迫ってくる。音が、振動が伝わってきて。ジェンティルドンナなんてパワーだ。やはり競り合いとなると今は。嘘よ。私が負けるなんてそんな。あらまあ、あっけないこと。もう少しと期待しておりましたけれど。うつむく方とは交わす言葉もありませんわね。では皆様、私はこれで。皆様、申し訳ありません。スカウトは全てお断りさせてください。そんなジェンテルに負けたからかい？だが現状の差なんてこれからいくらでも。いいえ、そうではないんです。このままデビューするわけには。とにかく今はすみません。失礼します。私、どうしてなんで逃げたりなんか。そんなに興味あるんだ。そうだ
どうしよっかな。じゃあトレーナーさんはちゃんと私の言うこと聞くことね。ほらトレーナーさん、もっと足開いて背中もグーンって反って楽しかったな。トレーナーさんってばすっごく変な顔するんだもん。もうそんなんじゃ全部の予定こなせないよ。次はピアノ、その次は書道と英会話ね。お姉ちゃんの話？なんでそんなこと聞きたいの？そんなに興味あるんだ。そうだな、どうしよっかな。じゃあトレーナーさんはちゃんと私の言うこと聞くことね。ほらほら、知りたいんでしょお姉ちゃんのこと。だったら来てくれないと。行こう行こう。最後はお茶のレッスンね。これは特別に私が教えてあげる。お姉ちゃん直伝だよ。それでどう？ちょっとはお姉ちゃんのこと分かった？嘘、まさか気づいてなかったの？今日言ったの全部お姉ちゃんの習い事なのに。お姉ちゃんはね、すっごく優しいんだよ。私がやってみたいって言ったら何でも一緒にやってくれるの。ピアノを習いたいの？いいわ、一緒に行ってあげる。ヨガ？あなたのおかげでいろんなことにチャレンジできるわね。それでね、私が飽きてやめちゃってもお姉ちゃんはずっと続けてるの。一度始めたことは完璧にしたいからって。それにそうやって続けてたら私がまたやりたくなった時教えられるからって。続けるってすっごく大変なのに。だからね、私が知ってるお姉ちゃんはそんな人だよ。真面目で頑張り屋で誰よりも一番優しい人。姉さんですか？僕とは全然違う人です。華やかでいつも堂々としてて何でも完璧なのに絶対手を抜くこともしなくて。だからいえ、ごめんなさい。だからきっと僕が情けなく見えるんだろうなって、そのくらいいつも心配されてて。いいシュバル、どんなに速くなりたくても焦ったらダメよ。怪我しないようにちゃんとストレッチしないと。ほら、姉さんが教えてあげる。怪我しないように、無理しないようにっていつだって姉さんは気にしてくれて、ちゃんと分かってるんです。姉さんが僕のこと思ってくれてるってこと。だからいつか示したいです。心配ばっかりしないで、僕は大丈夫だからって。申し訳ございません。どうしてもデビューは考えられないんです。スカウトはお断りさせてください。
失礼いたします。またうなずけなかった。走りたくないわけじゃない。レースをやめたいわけじゃないはずなのに。けれどどうしても受け入れられない。このままデビューすることだけはどうしても。私やっぱりあの日に。嘘よ、私が負けるなんてそんな。目に焼き付いてる。凄まじい末足でわけもなく抜いていったあの人の背中が初めて叶わないと思った。あの瞬間だけじゃない。この先どれほど努力しても届かないかもしれないなんて。勝てないから怖いの？あの人を恐れたから。私は諦めてしまったの。あなたは？そうですか。ビブロスからここを。そういえばいらしていましたね。マッチレース、その前のトレーニングの見学にも。ありがとうございます。気にかけてくださって。ですがお話しすることは何もないかと。お伝えした通りスカウトは全てお断りしています。私どうしてもデビューは。わかりません。ですがどうしても無理だと感じてしまうんです。きっと私がジェンティルドンヌさんを恐れているから。誰のためって、それは妹たちです。私には2人の妹がいて、素直だけれど少し甘えん坊なところがあるビブロスと、真面目すぎて思い詰めてしまうところのあるシュバル。あの子たちのお手本でいたいから私は完璧でいなくちゃいけないんです。だって私はお姉ちゃんなんだから。私が本当に怖いものだって圧倒的だった。到底叶わないと思った。だけど本当に怖かったのは。お姉ちゃんすごい。私もお姉ちゃんみたいに走れるようになる。僕だって姉さんみたいに。姉さんより早く。そうだったのね。怖かったのはあの人の強さじゃない。私が本当に怖いのは敗北した情けない姿をあの子たちに見せること。あの子たちをがっかりさせてしまうこと。だってずっと昔から決めてたんだもの。必ずあの子たちが誇れる姉になるって。あの子たちが道に迷わないように、あの子たちが目指す先にいつも私の背中があるように。でもだからこそ今の私がデビューするなんてできない。このままデビューして頂点らしからぬ姿をあの子たちにさらすなんてできるはずない。
今叶わないなら必ず叶うようにならなくてはいけないの。今よりも磨いて絶対にあの人の上に立ってみせないと。先日はありがとうございました。あなたのおかげで迷いを晴らすことができました。これから私は己を磨き上げ、ジェンティルさんを超える実力を手に入れます。一着を勝ち取る実力をつけ、頂点を目指せる。必ずそんな私になってデビューへの道を開いてみせます。その覚悟が決まりました。自分を見失いかけていた私にあなたが本来の夢を思い出させてくれましたから。ですがよろしいのでしょうか。一度お断りしてしまった身なのですが。トレーナーさん、では共に歩んでいただけるでしょうか。ジェンティルドンナさんにも誰にも負けない頂点たる女王へと続く道を共に。ありがとうございます。必ず成し遂げてみせます。あなたと、そうよ、あの子たちに誇れる私であるために、私は決して歩みを止めたりしない。誰よりも強く、誰より咲き誇る私になるまで絶対にくじけてなんてあげないわ。はい、では三平方の定理を使って問題を解いてみましょう。この四角錐の高さと体積を求めてください。はい、解ける人？ものの見事に誰もいない。それじゃあビルシーナさん、お願いできる？はい、わかりました。ここは水線と底面の交点を M として AM の長さを求め、そうなると答えは。正解！いつもながらお見事、ビルシーナさん。いいえ、いつも先生がわかりやすく教えてくださるからです。ここどうしてもうまく踏めないな。あら、お悩みかしら？ビルシーナ先輩、いえ、このステップがどうもうまくできなくて。ああ、ボールチェンジ、確かに難しいわね。でも考えるよりリズミカルに感覚でいった方がいいかも。一緒にやってみましょうか。最初はゆっくり私に合わせてみてくださる？ビルシーナ先輩が直々に？そんな恐れ多い。大丈夫、肩の力を抜いて。せっかくですもの、今日でものにしてしまいましょう。バーベルスクワットはこれで終了ね。おお、さすがビルシーナさん。300オーバーをパパッと3セットか。よし、次はベンチプレスといきましょうか。自分補助やらせていただきます。おい、抜け駆けずるいって。私も。こらこら、喧嘩しない。そうね。ではあなたには次のトレーニングの補助を。すみませんトレーナーさん、今日のメニューは済んだのに走りの撮影なんてお願いしてしまって。やっぱりフォームは毎日確認しておきたくて、寮に戻ったらじっくり見直します。
トレーナーさん、トレーニングの開始時間までまだ間がありますので、少しお茶でもいただこうかなと思いまして。よかったらご一緒にいかがでしょうか。それでは私、紅茶を入れてきます。トレーナーさん、お茶菓子の準備をお願いしてもよろしいかしら。少し早かったかしら。それにしても学園ではなくて、どうして大通りで待ち合わせなんて。あら、トレーナーさん、どうしたんですかこの車。それにサングラスなんてかけて。そうですね。はい、失礼します。街が一望できますね。綺麗。やっぱり木に囲まれていると街中とは香りが違いますね。風も心地いいし。落ち着きましょう。おとなしくしていれば刺してはきません。このまま離れるのを待ちましょう。ご安心ください。私は大丈夫です。もし万一襲ってくるようなら、その時はやっつけちゃいますから。よかった。かわいそうなことをせずに済みましたね。私は我が家の虫退治専門家ですから、何でもござれですよ。まあ、こちらの池ではカモに餌をあげられるのですね。一生懸命食べている姿、可愛らしいですね。トレーナーさん、餌を地面に撒いてください。ほら、美味しい餌はそっちよ。いえいえ、私も少しあげてみようかな。餌を分けていただいてもよろしいかしら。潮風の匂いって心地よいですよね。子供の頃、海で遊んだ思い出が蘇ってきたり。あら、どうしましょう。この辺りに雨宿りできる場所は。あら、まあ。どうしたんですかトレーナーさん。上着を脱いだりして。でもそれだとトレーナーさんが。私なら多少のことでは。なぜかしら、少し懐かしい感じがする。そうだわ、前に確か。小さい頃、妹たちを連れて公園で遊んでいたら、空が鳴ってあっという間に強い雨になった時。大変。ほらこっち。リブロスもシュバルもお姉ちゃんの上着に入って。ほ
私が濡れちゃうって大丈夫、お姉ちゃんは強いんだから。なんだかあの時の私と今のトレーナーさんってわかりました。お言葉に甘えますね。はい、おかげさまで私は大丈夫でした。本当にありがとうございます。いいえ、そんなことありませんよ。なんだか懐かしい気持ちになれましたから。いやー、しかしやっぱハードだな。暑いし、めっちゃくちゃ足は取られるし、走るフォームもいつも通りには決まんないよね。おお、さすがビルシーナさん、いつも学園で見る通りの綺麗なフォーム。砂浜の上でも絵になるな。よし、私らももうちょい気合い入れるか。すみませんトレーナーさん、差し入れをいただいてしまって。これで砂浜トレーニングは一旦終了。いつもよりトレーニング量が少ないけれど、砂浜ダッシュは極めて効果的。でも足場が不安定ゆえに長時間やるのは危険ということでしょうか。次のメニューは水泳でしたよね。休憩時間はあと何分残っていますか？わかりました。それではそろそろ軽く体を動かしておきますね。お疲れ様でしたトレーナーさん。今日もご指導ありがとうございました。本当に疲れていますね。大丈夫ですか？お互い様ですね。やはりハードな環境だと気持ちも引き締まるみたいで。そうそう、今日は夜にバーベキューがあるというお話でしたから、すっかりお腹も空きましたし、今日はたくさんいただいちゃおうかしら。着火剤がない？着火器具も？肉が焼けない？焼けない肉が？そんな生野菜しか食べられないよ。落ち着いてみんな。大丈夫、私が何とかするから。木炭もなし、着火器具もなしか。さてどうしたものかしら。まずはどうにかして火をつける方法を考えるところからかしらね。トレーナーさん、心当たりがおありなんですか？わかりました。では私は焚き木になりそうなものを集めておきますね。トレーナーさん、みんなも協力してくれて焚き木を用意してきました。火はまだのようですね。お手伝いしましょうか？こらこら、ビブロスたちにマッチはまだ早いわ。お姉ちゃんに任せておきなさい。あらあら、大丈夫？ママに任せておいてもいいんだよ。できるわよ。この前だってちゃんとできたし。
じゃあお願いしようかな。お姉ちゃんにね。行くわよ。頑張ってください、トレーナーさん。着いた。いやー、一時はどうなることかと思ったけど、肉おいしい。ほんとビルシーナ先輩のおかげで生野菜だけにならずに済みましたよ。私は何もしていないわ。本当に火を起こしてくれたのはトレーナーさんだもの。確かに。トレーナーさん、肉英雄と呼ばせてください。本当に今日はお疲れ様でした、トレーナーさん。トレーナーさんがですか？そうじゃありません。あんまり当たり前のことを聞かれるから。ずっとそうですよ。担当になった時からトレーナーさんは私の誇りです。とても一生懸命でいつも頑張っていて、それなら似た者同士ということで、トレーナーさんと出会って妹たちが私を見る気持ち、もしかしたら分かったかもしれません。はい、それではお言葉に甘えて美味しいお肉焼いていただけるかしら。